今回の旅の目的地はフランス南西部の港町ボルドー。大西洋とそこに流れ込むジロンド川の支流に囲まれた地域で、世界最高峰のワイン産地と称されています。年間を通して温暖かつ降雨量が多い土地となっており、ワイン用ブドウの栽培地として最適な土地です。今回の動画では5大シャトーを中心に訪問したワイナリーを紹介します。ボルドー空港に到着したらトラムに乗って市内まで移動します。券売機で1時間有効のチケットを、1日に3回以上トラムやバスに乗るなら24時間有効のチケットを購入しましょう。空港を出発するトラムは10分ごとに運行しており、空港から市内までは約40分です。ワイナリーを紹介する前に、まずはボルドーに関する基礎知識を説明します。ボルドーは大きく右岸と左岸に分かれていて、同じボルドー産のワインでもその違いによって味わいやスタイルが異なります。左岸の代表はメドック地区で、メドック地区はさらに細かく分かれており、例えばポイアックには5大シャトーのうちシャトー・ラトゥール、シャトー・ラフィット・ロートシルト、シャトー・ムートン・ロートシルトの3つが集まっています。シャトーはフランス語でお城の意味ですが、ボルドーではワイン醸造を行う生産者のことを意味します。ボルドーには約7000のシャトーがあり、メドック格付けでランクインしたのはわずか61シャトーです。格付けとは1855年のパリ万博で皇帝ナポレオン3世がボルドーワインを世界に宣伝することにルーツを持ちます。ナポレオン3世はボルドー商工会議所に命じ、パリ万博に出展するボルドーワインを1級から5級まで分類させました。この分類が格付けとなり、1973年に当時の農業大臣で後に大統領にもなるシラクがムートンを1級に引き上げる行政命令に署名したことを除いて、格付けは現在に至るまで変わっていません。それではボルドー中心地からスタートするワイナリー見学ツアーの様子を紹介します。最大8名の小規模グループで冷房の効いた専用車で移動します。車内ではドライバーも兼ねるツアー案内の方がワインに関する知識を説明してくれます。このツアーで訪問するのはマルゴー地区にある2つのシャトーで、5大シャトーのシャトーマルゴーにも立ち寄って写真撮影ができます。最初に見学するシャトーの敷地面積は32ヘクタール、東京ドーム7個分の面積があり、敷地内の区域で収穫時期が異なります。メドックは海に近いため、砂利層が地中深くまで続いており、シャトー内を歩いていると砂利の音が聞こえます。砂利の畑は水はけが良いため、タンニンが豊かなカベルネ・ソービニョンの育成に適しており、このシャトーではカベルネ・ソービニョンが 70%、残り 30% はメルローを育成しています。31個ある銀色のステンレス製タンクではアルコール発酵が行われていて、2023年に収穫されたブドウが入っています。アルコール発酵を終えたワインは樽に移し替えられます。赤ワインは9ヶ月、白ワインは8ヶ月熟成させ、一つの樽から約280本のボトルワインが作られ、このシャトーでは年間20万本のボトルワインが生産されています。このシャトーは1862年にアメリカ人に買われ、今の作り手は7代目です。見学が終わるとツアー料金に含まれるワインの試飲です。このシャトーでは白ワインも生産していますが、数が少ないので全てフランス国内で消費されており、ツアー見学だからこそメドックの白ワインを楽しむことができます。一つ目のシャトー見学を終えた後、5大シャトーの一つ、シャトーマルゴーに立ち寄ります。ブドウ育成面積の約 30% にあたる
82ヘクタールでマルゴーのアペラシオンの赤ワインを産出しており、カベルネ・ソービニョンが約 75% を占めています。収穫時期には臨時で200名を雇い、10分くらいの講習を受けたら、すべて手作業でブドウを収穫するそうです。シャトーはメドックのベルサイユ宮殿と呼ばれ、1946年にはフランス政府から歴史的建造物の指定を受けています。最後にシャトーマルゴーのすぐ近くにあるシャトーを見学します。まずはショップの中に入ってシャトーで作っているワインのテイスティングです。テイスティングをしながらワイン作りに関する説明を聞き、収穫のタイミングが数日違うだけで味が変わるので、収穫の時期はシャトーに緊張感が張り詰めているそうです。グラスを持ったままシャトーに移動し、樽熟成を行っている部屋に移動します。この部屋は空調管理が24時間365日行われており、部屋の温度は13度から17度をキープします。この範囲を超えた温度が2日続くだけで味のバランスが崩れるそうです。また、フレッシュで果実味が豊かなワインを作るマルゴーではフレンチオークが使われ、ボルドーウガンのサンテミリオンではバニラやココナッツの風味をつけるためにアメリカンオークが使われているそうです。ツアーを終えてボルドー市内に戻ったら、ボルドーの中心地から南西に数キロ離れたシャトー・オーブリアンを個人で訪問します。シャトーは最寄りのバス停から徒歩30秒で、ペサックと呼ばれる地区は他の5大シャトーに比べて気温が高く、収穫時期も早いです。農村地帯のメドックとは違い、近くには醸造家の卵が通うボルドー大学があり、集合住宅も立ち並びます。空調管理がされた館内にはワインが整然と並び、ショップ以外も無料で見学できます。オーブリアンは古いフランス語で小高い丘という意味で、窓からは美しいブドウ畑が見えます。地下1階にはテイスティングルームが完備されており、ワインの試飲が行われていない時には自由に見学できます。ショップに戻ると1本100万円以上する超高級ワインをいくつも目にすることができます。ボルドーのワイン旅、2日目はウガンのサンテミリオンと左岸のポイアック村を紹介します。ガロンヌ川に架かる橋を渡ってボルドー右岸のサンテミリオンを見学するツアーの出発地点に向かいます。ガロンヌ川は茶色く濁っていますが、川の流れに勢いがあり、常に川底の土と水が混ざっているからで、水の純度自体はとても高いそうです。ボルドー市内からサンテミリオンまでは車で1時間。1999年に世界遺産へ登録された美しい街並みの散策とシャトー見学がセットになったツアーに参加しました。サンテミリオンは小さな町で、中心地は徒歩で散策することが可能です。まずはコレジオ教会を見学します。この教会は12世紀前半から建設が始まり、イギリスの支配下でロマネスク様式の教会として一度完成しました。その後、イングランドとフランスの100年戦争終結後にフランス領となり、ゴシック様式として教会を拡張した歴史があります。天井を見上げると、ロマネスクとゴシック様式の違いが明白です。サンテミリオンにはワイナリーが800ありますが、メドックと違いシャトーの規模は小さく、収穫時期にばらつきが少ない特徴があります。サンテミリオンで作るのは赤ワインで、白ワインも少しだけ作られていますが、ボルドーワインと呼ぶ必要があります。ノルマンディーで作ったチーズだけカマンベールチーズと呼ぶことができるように、
サンテミリオンで作った赤ワインだけをサンテミリオンのワインと呼びます。サンテミリオンでは1955年からシャトーの格付けが始まり、上から順にプレミエグランクリュクラッセ A、プレミエグランクリュクラッセ B、グランクリュクラッセに分けられています。メドックとは異なり、格付けは10年ごとに見直され、過去10年のワインが評価対象となります。直近2022年の格付けで、プレミエグランクリュクラッセ B から A に昇格したのが、このシャトー・フィジャックでした。サンテミリオンに住んでいる人の数は200人で、1年間に来る観光客は100万人以上です。観光客は石畳の上を歩きますが、実はこの石畳は中世にイングランドから送られたものです。12世紀半ばから100年戦争が終わるまでの300年間、イングランド人がこの地域を支配していました。ワインをイングランドに輸出した後、船内には大きなスペースができたので、そのスペースにイングランドの良質な石を引いてボルドーに戻り、その石を使って石畳ができたそうです。続いてサンテミリオンのシャトー見学です。まずはショップに入り、シャトーに関する説明を受けます。このシャトーは16世紀末から400年以上ワイン作りを続けていて、現在はエドワルドさんとアリスさん夫妻が経営しています。サンテミリオンで評価の高いワインを作るシャトーの畑は、粘土質石灰岩の峡流地帯に集中していて、石灰岩を触らせてもらえます。こちらは2019年に導入されたアルコール発酵のための最新設備で、2階に装置を置いて重力をうまく活用することで、ブドウの美味しさを凝縮することが可能になるそうです。銀色のステンレス製タンクには2023年に収穫されたブドウが入っていて、アルコール発酵を終えたワインは樽に移し替えられます。バレルを組み立てた後に数時間焼く工程がありますが、その時間が長いほどアロマが強くなり、タンニンが強いワインに仕上がります。バレルは1つ最低800ユーロしますが、数回使ったらウイスキー用などに売却されるそうです。サンテミリオンはカヌレ発祥の地として有名ですが、実はワイン作りに関係しています。醸造中のワインの折を取るためにコラージュと呼ばれる作業を行いますが、その時に卵の白身を使います。ワインによっては1樽で8個分もの卵白を使うので、黄身だけが大量に残ってしまいます。そこでボルドーの修道女が余った黄身で作ったお菓子がカヌレの始まりと言われています。ワイン作りを学んだ後はワインのテイスティングです。サンテミリオンで作られるワインは比較的熟成が早く、タンニンや酸味が少なく、味と香りが豊かで丸みがある特徴があります。ブドウの品種はタンニンが少ないメルローが多く育てられています。サンテミリオンからボルドー市内に戻ったらワイン博物館を見学します。私はワインに関する展示の見学ではなく、デジタルアート体験型のワインのテイスティングに参加しました。春、夏、秋、冬と季節ごとに演出が異なり、季節に合ったワインを4種類テイスティングできます。ボルドー旅の最後は左岸のポイアック村の散策です。ボルドー・サンジャン駅からル・ベルドン駅に向かう電車に乗り、ポイアック駅で下車します。ボルドーでは働き手の 40% が
ワイン作りに従事していて、ポイアック村にはメドック格付け61のシャトーのうち18のシャトーがあり、5大シャトーのうち3つがポイアック村にあります。電車に乗ること1時間、ポイアック駅で下車したら5大シャトーのシャトームートンロートシルトを目指して歩きます。駅からシャトーまでは徒歩20分。ポイアックは世界最高のワイン村として知名度が高く、海外からの観光客も多いと聞いていましたが、徒歩でシャトーに向かう観光客は見当たりません。この日の最高気温が39度だったことが理由かもしれません。シャトームートンロートシルトの入り口に近づいてきました。ポイアック村のワインの特徴はカベルネ・ソーヴィニョンのブレンド比率が高いことです。特にシャトームートンロートシルトはカベルネ・ソーヴィニョンの割合が 80% 前後と最も高く、ボルドーの真骨頂とも言うべきワインが作られています。敷地内の一部区間は誰でも無料で入ることが可能ですが、建物内でワインテイスティングをするには事前予約が必須です。今では一般的ですが、ムートンはワインの生産だけでなく、瓶詰め、ラベル貼り、販売まで全てを行った最初のシャトーです。特にボトルのラベル、エチケットを洗練されたデザインにするこだわりは強く、1958年にはシュールレアリズムの代表的芸術家ダリ、1969年には独特の色彩感覚で後の前衛芸術に影響を与えたミロ、1970年には色彩の魔術師シャガールがムートンのエチケットを手掛けました。シャトームートンロートシルトから徒歩10分の場所には同じロートシルト家のシャトーラフィットがあります。ラフィットは国道 D 対沿いにもブドウ畑を持っており、国道から正門までの区間は予約なしで無料で見て回ることが可能です。ブドウ畑の列ごとにラベルを貼って管理していて、ここではメルローが育てられているようです。ここを右に曲がるとシャトーラフィットの入り口ですが、シャトー訪問とテイスティングは事前予約が必須で、電話・メールで予約の受付をしています。それでは最後にボルドー市内にあるバッサン・デ・リュミエールを紹介します。ここはデジタルアート美術館で、私が訪問した際はフェルメールやゴッホなどの有名絵画のデジタルアートを楽しめました。